はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。長期展示アウトレット品で購入したフェンダーアメリカンオリジナルテレカスターですが、購入日から引いていたらネックがベタベタしていきます。調べたらラッカー塗装の難関のようです。この場合は再塗装するしかないのでしょうか。以前にアップしました、修理どうでしょうナンバー40をご参照ください。再塗装するしかありません。はい、次いきます。はじめまして、質問があります。リバースヘッドのジャズベースを使用しているのですが、弦をペグに何巻巻くのが理想か教えてください。リバースヘッドであろうと、普通のヘッドであろうと、特にどちらも変わりはないんですけれど、だいたい私が巻く回数は2、3巻きぐらいですね。場合によっては意図的に5巻き、6巻きと何回も巻くこともあります。それは、ここのナットの部分からペグのポストまで、ここの角度が浅すぎると、ナットの部分で弦が振動してしまうんですね。ある一定のこの角度は必要です。前の動画でも話しましたけれど、この角度が浅いせいで、ここの部分で変な風な音が出ちゃうんですね。ミョーミョーミョーみたいな。ベースはですね、特に3弦とかはあんまり巻き数が少ないと結構上に位置してしまうので、ナットの部分で変な風な音が出てるっていうことがよくありますね。巻くときは必ず上から下へ下へと巻きつけるようにしてください。はい、では次、いきます。こんにちは。私は80年代国産ストラトで極薄ラウンド張りのローズ指板を所有しております。フレット交換を検討しているのですが、極薄ローズの場合、交換時の溝切りでショップによってはメイプル部分まで削られてしまうということですが、これを回避して交換することは基本的に可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。よくラウンド張り指板とかに見かけるケースが多いんですけれど、ここが指板の部分で、ここがネックの部分なんですけれど、フレットの足の長さがこの指板の厚みより長くて、ネック材まで食い込んじゃうっていうケースがあります。一応こういうケースの場合は、ノギスとかでね、測ればちょっと食い込むかなとかっていうのが予想がつきますので、その場合は事前にお客様に説明をして、もしかしたらここ食い込んじゃうかもしれませんよっていうことを了承した上で作業しています。まず指板修正を行う時点でさらに現時点より指板圧っていうのは薄くなりますから、結果が目に見えているんであれば、もういっそのこと指板の交換をするっていう選択肢も、なきにしもあらずですね。ただ、私はですね、フラット張りの指板しか交換した経験がありません。ラウンド指板の指板材を交換したっていう経験がないです。仮にやれと言われればやれないことはないんですけど、たまたま今までそういう依頼がなかったっていうことですね。相当めんどくさい作業です。ここまで来て経験がなかったっていうことなので、あんまりやりたくないですね。はい、依頼が来ても。今までの依頼の経験からだと、別にここ食い込んでも構わないよってお客さんがほとんどだったんですよね。もちろんここ食い込むんだったら、もうちょっと我慢して弾こうかって言ってフレット交換しなかったっていう人もいますけど、見た目は確かにね、悪くなっちゃいますけれど、それでも利便性というか、新しいフレットになる方を選択したっていう方の方が多いですね。で、今、ここの部分だけをネック材に食い込まないようにどうにかできないか考えましたけれど、もしやるとしたら、バインディングあり仕様みたいなように、こういう形で端っこをカットしてしまって、溝を掘る段階で完全にこっちまで溝を深く掘らずに、ちょっとこの手前で溝掘りをやめてしまう、深くすれば、できないことはないですね。あくまで側面から見た時には食い込んでないように見えますけれど、その他全部の部分に関してはもう確実にネック材まで食い込んでるっていうことになりますね。こういう方法っていうのはやったことはないですけれど、一応この方法でできなくはないかなっていう感じですかね。はい、今日は以上になります。
よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。